英会話を始めたいけど自信ないし知らない人と話すのが怖いという人が多いと思います。私も今はこうやって日本語を話せていますが、最初はすごく大変でした。特に最初ってうまく話せない上に初対面の人気まずいし、そもそも安心して話せる相手を見つけるのがとても難しいです。ネイティブと会話練習をしたいと思った時に基本的にこの2つの選択肢しかないと思います。一つは英会話の先生ですね。お金はかかるけどその分安心して練習できる。もう一つは無料の言語交換で練習する方法。でもこれは相手ガチャが結構激しかったりします。私は日本語の会話練習を始めた時は後者で行きましたけど、やっぱり安心して話せる相手を見つけるまでは、嫌な思いもしました。知らない人だらけの会話に入るって思うだけですごく緊張して通話ボタンを押せない時もありました。なので当時の私は安心してしかも無料で会話の練習ができる場があったらいいのになと思ってました。今はあります。今回紹介するのはお話か川というサービスです。簡単に言うと、英語の練習をしたい日本人と日本語の練習をしたい外国人を1対1で言語交換をさせるオンラインのイベントです。決まった時間、日本語と英語を半分ずつ話します。そしてこのイベントへの参加は完全に無料です。で、大事なのは他の無料の言語交換アプリとは違って安心して参加できる仕組みがちゃんとあるんです。お話か川ではイベント中にスタッフが常にいて見守ってくれます。もし失礼な人とかがいれば即対応されます。なので完全に放置されたランダムな通話ではないですね。しかも実際の会話の前にちゃんと事前説明があって、相手が間違ってても好意的に接してあげましょうとか、相手のレベルに合わせてゆっくりクリアに話しましょうとか、そういう初心者に優しい雰囲気作りにすごく努めてくれてます。もちろん初対面の人だから緊張するっていう気持ちは若干残りますけど、相手が優しくて安心できるっていうのを事前に分かると参加のハードルが一気に下がります。で、今回私も実際にお話か川に参加してみたので、その様子をお見せします。私は正直英語より日本語の方ができるんですけど、顔はこんなんで、一応英語側で参加してみました。実際に参加してみるとこんな雰囲気なんだなっていう感じで見ていただければと思います。はじめまはい。して。よはじろしくお願めまして、よいします。よろしくお願いします。はい。ろしくお願いします。順平と申します。でっちゃんって呼んでください。よろはい。しくお願てっちゃんさん。いします。はい。よろしくお願いします。お願いします。でっちゃんさんはどちらのご出身ですか？私はポルトガル人です。ポルトガル。はい。あ、そうなんですね。はい。ポルトガル、今ポルトガルに住んでるんですか？今は日本に住んでいます。あ、そうなんですね。はい。ちなみに日本のどこに住んでるんですか？大阪です。あ、大阪ということは大阪弁でですね。いやー、私は標準語よりですけど、はい、あ、そうなんですか。はい、頑張ってます。ええ、あ、そうなんですね。じゃあ日本に今住んでるんですか？そうですね。あ、なるほど。3、4年ぐらい住んでいます。そんな住んでるんですか？ずっと大はい。阪ですか？そうですね、最初から大阪でしああ、た。はい。そしたら、でも大阪弁ではないんですか？あんまり。標そうでもない。準語を覚えてから来ましたので、あ、少しはそうなん染まってますけど、そんな根本的に、はい、発音が直らなかったというか、はい。そうなんですね。はい。淳なるほど。平さんはどちらあ、の私は、地域ですか？東京です。東京なんですね。はい。東京なので、私も基本的には標準語をそうですね。はい。ずっと東京生まれ、東京育ち。そうなんですで、ね。ちょっと外国に行ったこともあるんですけど、基本的にはもうずっと東京にいるので、あ、東京弁というか、標準語。はい。学習者は一番助かるかもしれないですね。うん。淳平さんは結構海外に行かれたとおっしゃってたんですけど、それって大体旅行はい。ですか？それとも一時期住んだりしました？そうそう。ですね、私は、もうだいぶ昔、25年ぐらい前に、はい。てか30年前だ。30年前にイギリスに実は住んでたことがあって、おお、はい。で、6年ぐらいそうですね、住んでました。そう。で、帰ってきてからは、旅行にはね、ヨーロッパとかはなかなか、そう、イギリスに行った時に、ヨーロッパ少し旅行しました。その中の一つの国で、やっぱ、ポルトガル行ったし、あとどこ行ったかな、オランダとかスイスとか行ったかな。なんかその辺は確か行っはい。たよ。うん、そうそうそう、記ヨーロッパにい憶が。ればいろいろ、はい、移そうね、動しやすそういですね。そうそう。ただ私、イタリアとかフランスとかスペインは行ったことなくて、実は。逆に。そうそうそう、逆に行ったことなくて、そうそう。イングリッシュタイムね。OK. I'm quite surprised because quite many people are interested in Japanese Yeah. language. Mm, So, sure. well, but Japanese language is
kind of like a minor language because I mean, Yeah, it's only spoken in one country. only in Japan. Yeah. But we can in like England, the US, and Australia, New Zealand, or Yeah. Singapore, quite lots of places. But Yeah, so that's true. it's very English is very convenient language, but Japanese is only in Japan. But Yeah, but Japan is very popular. Probably it's one of the most popular countries in the world. yeah, well, it's really well, I feel really, how can I say, I'm happy to hear that. I mean, Yeah. yeah, well, I know Japan is a kind of a really unique country. We have a unique culture. So, and Japan is not compared to maybe like a US or China or India, it's a very small country, but yeah. But anyway. Well, its influence is very big. Yes. Especially media, like anime. Media. Okay. Yeah, well, and games. And well, this kind of entertainment, Japan right. is very strong. Yeah. So I know it's very different from other countries, but yeah, it's exotic. Right. Actually, it's a really good choice to live in Osaka because I think Osaka people is very friendly and open-minded, and they love joking. I have some friends from Osaka, and they're very friendly. Yeah. Compared to Tokyo people. Do you feel that? So, Tokyo is too busy. And people are really, actually, I feel, not, I don't want to say not friendly, but they keep the distance, between the people. So, but Osaka people is more very, very close and very friendly. So I think it happens in most of the countries. Oh, yeah? Right? So in the capital, people are more cold, maybe, because they are just too busy. Yeah. Right, too busy, and also living very together. I mean, very close, right? So that's why. Because I think people. I mean, we want to keep personal space. Right. Yeah. So time is already 10 seconds left. So Thank you. ありがとうございます。Thank you so はい、あ much. りがとうございました。And, Thank you very much. はい、いかがだったでしょうか。なんだかんだ言って、私も最初は緊張しましたけど、順平さんはすごくいい人で、一気に緊張が解けました。この優しい雰囲気をキープするためにスタッフの方が努力してくれています。スタッフがいろんな会話を実際に巡回しているので、かなり安心感がありました。私は日本語を話し始めた時に本当にこんな場が欲しかったです。なので皆さんも英語を話す最初の一歩を躊躇していれば、ここがもってこいかなと思います。で、本当にこの話し香川って無料なの？どうしてって思った人がいるかもしれません。もともと話し香川の本業としては有料の日本語スクールなんですね。なので、この言語交換イベントを別途無料サービスとして提供できるというわけです。なので、ここに関しては引っ掛けがないのでご安心ください。で、参加してみたいと思った方に参加方法を簡単に説明します。まずはお話し香川のサイトで新規登録をします。で、アカウント作成したら自分のプロフィールのところに入って自己紹介だったり自分の英語レベルを記入します。それが終わったらイベント一覧のところでお話し香川イベントを選んで申し込んでください。あとは当日を待って参加するだけです。こんな流れです。なので英会話で無料かつ安心できる場ってなかなかないので、ぜひチェックしてみてください。ということでまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。